皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。第42回のテーマはワンオンワンミーティングです。4月になると会社で新しい体制が始まるので、ワンオンワンミーティングが行われることも多いと思います。ワンオンワンミーティングとは、上司と部下が1対1で行う定期的な面談のことです。仕事の進み具合や困っていること、今後の目標、キャリアプラン、チームの人間関係などについて話します。ポイントは、評価の場というより対話の場であること。上司と部下の対話のチャンスとして、ワンオンワンミーティングはとても重視されている仕組みです。今日のエピソードでは、大阪の出版社で働くキムさんと部長の森田さんの会話を聞いてください。この2人の会話を聞いて、上司と部下が1対1で話すときの雰囲気を知ってもらえたら嬉しいです。それでは始めましょう。ジャパミミ。では、新年度最初のワンオンワンを始めましょう。はい、よろしくお願いいたします。まずは昨年度の振り返りから。書店でのイベント、無事に終わりましたね。はい、皆さんのおかげで無事に終えることができました。いやー、キムさんの調整力があってこそですよ。ありがとうございます。ただ、少しスケジュールがタイトになる場面もありましたね。はい、そこは反省しております。次から気をつけたいと思います。大きな問題ではないけど、余裕を持った進行を意識していきましょう。はい、今年は早めの確認を心がけたいと思います。期待しています。じゃあ次は今年度の目標について。はい、よろしくお願いします。今年、キムさんには若手の育成にも関わってもらいたいと考えています。若手の育成ですか？新入社員も入ったし、サブリーダー的な役割をお願いできればと。自分に務まるか少し不安もありますが、挑戦してみたい気持ちはあります。完璧でなくて構いません。まずは小さなチームで企画を出してみましょう。はい、ちなみに具体的な数値目標などはありますか？担当企画を年間3本、うち1本は新規ジャンルに挑戦してほしいですね。新規ジャンルですか？少しハードルは高そうですが、やりがいがありますね。キムさんは発想力があるので、リーダーとしてさらに成長していってください。はい、頑張ります。期待していますよ。ご期待に応えられるよう精一杯努めます。ジャパンミミ。キムさんと森田さんのミーティングいかがでしたか？会話の内容はだいたい聞き取れましたか？ミーティングの最後に、キムさんが精一杯という言葉を使っていましたね。これは、これから頑張るとか、目標のために頑張るという場面でよく使われます。精一杯とは、自分の持っている力を全部使うことという意味です。別の表現に言い換えると、できる限り
全力で、一生懸命といった感じだと思います。精一杯頑張ります。精一杯努力します。精一杯努めますといった使い方が多いです。英語で考えると I'll do my best、I'll try my best に近いですが、日本語の精一杯は少し謙虚、控えめ、結果より努力を強調というニュアンスがあります。日本では絶対に成功しますよりも精一杯頑張りますの方が自然な場面も多いです。ちなみに別の場面、例えば誰かのリクエストを断るときにも使えます。例えば、今はこれが精一杯ですと言ったら、今はこれが限界ですということ。精一杯やりましたが、と言ったら、全力で頑張りましたが、これ以上は無理だということ。直接できませんと言わずに、最大限やったことを伝える表現として便利ですよ。このような表現を通して日本人の働き方や謙虚さを知ることができますね。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日のテーマはワンオンワンミーティングでした。この動画で上司と部下が1対1で話すときの雰囲気を知ってもらえたら嬉しいです。それではまた来週、日本語ポッドキャストジャパ耳でお会いしましょう。ありがとうございました。今日覚えたいフレーズ。期待していますよ。期待していますよ。ご期待に応えられるよう精一杯努めます。ご期待に応えられるよう精一杯努めます。